スリンベースへようこそ。はい、今日はですね、はい、じゃん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 、こちらの謎のシューズについてご説明したいと思います。こちらもね、ナイキクロニクルデラックスにね、載せましたけれどもですね、はい、アッパーはこうやってね、なんか古い昔のねランニングシューズっぽいですよね。そしてなぜかこの足の裏はツルツルしておりますね。ダンスシューズなのかボーリングシューズなのかなんてね、一時期考えたこともありましたけど、このシューズの秘密について、お話ししたいと思います、ね、こうやってね、こんなワッフルソールこうやって履かしちゃったりなんかしたらね、まるでなんていうところもご説明したいと思いますんで、最後まで、ぜひ見ていってください。はい、このシューズについて謎のシューズに迫ります。ツインベース。はい、こちらはプロトタイプシューズでございますね。はい、まあもう謎大きいスニーカーでしてね、これも僕はねたまたまですね、九州の、ヴィンテージショップからですね、オンラインで写真を送ってもらって、なんだかわからないけどこれはちょっと古いぞということでですね、写真を見てね、購入したんですが、まあそこの、お店の方ももちろんなんだか分かんなかったんですね。とにかく、この、まあ、いかにも日本工業、ナイキの日本工業で作った古そうな、スニーカーですよね。で、なんと後ろがですね、このスベスベツルツルという、こんなスニーカーでして、昔のボーリングシューズかなんかかななんてちょっと思ったりですね、まさかナイトトラックじゃないけどダンスシューズじゃないだろうななんて、すごく悩ませたものなんですが、後に、衝撃な、事実がわかるんですよね。こちらのねナイキクロニクルデラックスを、2016年に作ったんですが、2011年にもねナイキクロニクルという一番初め元になる本を作ってるんですけど、これはですね、3人の、ナイキ仲間で、作りましてですね、で、もっと、他の、仲間からですねスニーカーを集めて作ったんですが、その3人のうちの、1人、陽介君っていうのとね、僕はすごく仲が良くて当時、このスニーカーを見つけてね、いろいろこれなんだろうねなんていう話してた時にですね、ちょうどメンズクラブの、1977年の5月号にですね、こちらのナイキクロニクルにも、載せたんですけれども、なんと、これがちょうどねバウアーマンがですね、ナイキというのをナイキがこんな風に開発してますよみたいな感じで記事になってたんですよね。そこでこれが、よく動画で私のところに名前が出てくるバウアーマンですよね。彼が、スニーカーを、手作りで作ったりですね、いろいろ開発に、ナイキの初期にもう携わっているというか、もう創立者の一人でもあるんですね。フィル・ナイトと一緒に、ナイキを始めたんですけど、でこの隣にいるのが、ジェフ・ジョンソンって言ってね、ナイキの、要は社員1号と言われている、トップ営業マンですね。もうすごい昔から何千足とね、売ってまして、しかも、ここにですね、デザインルームでスニーカー作りの一番弟子と、検討し合うバウアーマンって書いてありますけどね、一番弟子というか、最終的にはね確かに工場も任されたらしいんですが、ずっとね、ナイキの営業マンとしてね、社員第1号として活躍した方らしいんですが、この記事が載ってた時にですね、ちょうどバウアーマンが、スニーカーを開発して作る時に、こうやって、ソールをですね、いろいろ試してですね、クッション性をね、ワッフルソール作ったりするのもそうなんですけど、こういうクッション性を実験したり、してたんでしょうね。それがちょうどこの、記事に載ってたんですよね。で、あれと、これ見たことあるなという形になりまして、そうなんですよね。なんとこれが
これそのものだったんですね。そしてよく見ると、あれこれもここツルツルのソールを持ってるバウアーマン、そして、ジェフが、ゴムのソールを持ってるみたいな形で、なるほど、これはアウトソールとこういろんなゴムとですねこう、の上を歩いてクッション性を試す、プロトタイプというよりもサンプルシューズというかね、そんな存在だったんだなってことがこの記事を見て判明するんです。こういうのがですね、いろいろ資料だとかを見ながらですね、スニーカーを見ながら発見される、面白い事件で、これはまあそういう意味では長年の中で、最大の事件だったんじゃないかなと、最大の事実を、知ったんじゃないかなという、思い出で、いまだにこれを見るとね興奮するんですよね。じゃあこのスニーカーのディティールを見ていきたいんですけれども、こちらがですね、まず、このつま先のところですね、ナイロンで、こんな形になってるっていうのはですね、なかなか少なくて、まあ一番、これであれなのはそうですね、この模型しかないですけども、このミニスシューズ、成功に使ってムーンシューっていうね、まあこれムーンシューのですね、ブルータイプで初期はですねムーンシューって、これですね、とんでもない金額で、サザビーオークションで売られました。これムーンシュー、これが初期なんですけども、その後ムーンシューはですね、ブルーの、生地になったんですけど、これとですねつま先がねそっくりですね。でオリジナルの方もですね同じステッチですね、4本ステッチのつま先を使ってまして、ただここはですねワッフルトレーナーのような、ステッチなんですね。ちょっとここがムーンシュと違って、でムーンシュはねここもね、ここがギザギザにこういう風に、シューレースの周りがギザギザになってるんですけども、これはストレートにこういう風に、切られてまして、どちらかというとマラソンみたいな感じになってますよね。はい、で、まあねソールはねこうやってこうミッドソールちゃんと2個になっててツルツルなんですけども、この中にですね、10ハーフでジャパンと書いてありまして、一応サイズも書いてあって、でねこれがですね、まあもちろんタグはないんですけれども、ここがですねちょっと面白いんですよね。他のスニーカーにはない形ですよね。スウェードも使ってないですし、この4本ステッチでナイロンで縫われてます。であとここがですね、カップもなくてスウェードの補強もないんですが、この当時ってねこういうなんかスウェードの補強があるんですが、ここにですね、なんていうかこれ何なんでしょうね、こうすごいこの弾力のあるというか足を入れやすい、ちょっと珍しいですね。他のスニーカーにはないですね、素材でここがカバーされてまして、これなんか一回踏むとね跡がついちゃいそうな、戻ってこなそうな、まるでなんかねちょっとね一枚こう厚い段ボールみたいな、段ボールよりもねもっと弾力ありますけども、そんなものが挟まってます、ね、だからちょっと履きやすいですよね結構ねこれね。そうなるとですね、果たしてこれ何年ぐらいに作られた、スニーカーなのかななんていうのがねちょっとこう解明したくなるんですけれども、一応ディティールから追っかけていくとですね、ちょうどこれナイロンスニーカーでここに一つもステッチが入ってないんですね、日本工業で。でこれっていうのは、当時ですね、ちょっとクロニクル見て、私持ってないんですけど、このマラソンっていう、スニーカーがあるんですけども、マラソンの初期がですねこうやって、1枚でナイロンで全くステッチングがない形で作られて、でこれもね載せてるんですけども、大体これが72年の、2、3年のマラソンじゃないかと思うんですが、この後ですねまだ筆記体の R マークなしの時代なので、
1974年の真ん中ぐらいよりはこれ前のスニーカーのマラソンなんですね。これ機体甘くないので、74年の前半ぐらいのスニーカーって分かるんですが、ここでもすでにもう、ステッチが2本入ってるんですよね。でこっちはもうアールマーク付きなんで74年の8月以降になってくるんですけれども、それを考えると74年の中頃前半ではもう2ステッチ入ってるってことは、それより、こっちは前じゃないかなというような予想が立てられますね。で当時その頃1972、3年ぐらいのランニングシューズってここではですね、20ステッチになってまして、でもこれはもうその後ですね R マークに引体の R マークタグにね、引体の R マークがつく頃にはもうこういうディティールはこういうスニーカーも作られていかなくなるんですけども、とにかくですねつま先がムーンシューで横面がね古いマラソンみたいな感じで、1973年ぐらいに作られたものじゃないかななんていう、想像ができると、ちょうど本当にもしかしたら、ブルーのムーンシューよりもこちらの方が先に作られているかもしれないなという、ちょっとこれは、想像なんですが、今度ですねちょっと、初期型のねマラソンを、持ってる方とねぜひこれちょっと、一回ね多分ね並んだことはあると思うんですけどもね、きちっとゆっくり見たことがないので、見てみたいなと思いますね。そんなことをこのチャンネルでできたら面白いなと思ってます。はい、こちら、プロトタイプソールプロトタイプそうちょっとね時代は違いますけど、このワッフルソールこれをですねこんな感じでつけてクッション性を試すというような感じでですね、はいまるでムーンシュのような感じができますね。はい、どうもありがとうございました。ということでね、そんなねこういう、コレクションしてるとですねこんなシューズとも出会ったりしてね、こんな面白いことが起きるんですけどもね、こうやってね本当に、なんかですね感慨深いというか、まるで、まだ僕も手に入れたことないんですけども、このムーンシュー、いつか欲しいですけど、ムーンシューこっちかカメラムーンシューもね、どっかでねなんかいい出会いがあったらいいなと思いながらもですね、でもこちらは本当にねムーンシューよりも、数が少ないと思います。世界的には、ほとんど出てきないスニーカーだと思いますんで、これをですねまた今度ねくるくる回したりね接写したりとかね他のコーナーでもぜひこれもお見せしたいと思いますんで、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。